先日、韓国の女優カン・スヨンさんが亡くなられました。世界的に有名な女優さんだったため、ショックを受けた方は多かったのではないでしょうか。テレビでよく見る芸能人の不法や交通事故は衝撃を受けますよね。今回は、九死に一生を遂げたと言っても過言ではない韓国俳優たち3人の交通事故と、その事故による後遺症や現在についてまとめていきたいと思います。交通事故による後遺症と戦う韓国人俳優。今回は韓国人俳優のチョン・イルさん、イ・ミンホさん、パク・ミヌさんについてご紹介します。チョン・イルさんのデビュー作である思いっきりハイキックのオーディションを受けた後に行ったカンウォンド旅行で事故は起こりました。2006年8月俳優であり、親友のイ・ミンホさんと海に向かっている途中、反対車線の車が中央線を越えて2人が乗っていた車へ正面衝突。事故の原因は相手の飲酒運転でした。チョン・イルさんは脳震盪や脳内出血、軽い記憶喪失、手首の骨や左骨盤にひびが入るなどの怪我を負い、4ヶ月半入院することに。相手の運転手と同乗者は即死でした。これを聞くだけで大きな事故だったと想像がつきますよね。事故当時、すでに思いっきりハイキックに出演が決まっていたチョン・イルさん。本当ならば事故に遭ったことで撮影に間に合わなかったらしいのですが、たまたまこのドラマの放送時間が予定より1時間後ろ倒しになり、制作期間が延びたおかげで出演することができたそうです。本当に奇跡ですよね。リハビリもそこそこに治りきっていない体で撮影に参加しましたが、監督には事情を話さなければならないので、新人だったチョン・イルさんは本当のことは言わず、軽い怪我くらいで済んだと伝えたそうです。そのため、骨盤にひびが入っていても、鎮痛剤を打ってアクションシーンに臨んだり、ソ・ミンジョンさんをおんぶするシーンを撮影したりしたそうですが、実際は車に戻って密かに泣くほど痛かったとか。怪我のことを1年以上も隠していましたが、作品が終わってから治療に専念するため、1年間休暇を取ることとなってしまいました。思いっきりハイキックで世間から注目され始め、ドラマのオファーも舞い込んできていたのに、チャンスをつかむことができなかったそうです。悲劇はさらに続き、2013年から頻繁に頭痛がするため精密検査に行ったところ、脳動脈瘤と診断されます。これは脳の血管の一部がコブのように膨らむ病気のことで、もしも血管が破裂するとくも膜下出血を発症します。医師にもいつ死んでもおかしくない病。飛行機にも乗らないようにと言われ、死と隣り合わせの恐怖から彼はひどいうつ病になり、1ヶ月ほど家の外に出られなかったそうです。ですが、生きる意味を考えるようになったことで、徐々にうつ病は回復へと向かっていきます。克服のきっかけは、子供の頃から憧れていたサンティアゴ巡礼。心を無にしようとした旅でしたが、多くの学びを経て、今を楽しみながら生きていこうと思い、回復したと明かしていました。ただ、脳動脈瘤に関しては今も完治しておらず、3ヶ月に一度は検査をして、少しでも異常が見られればすぐに手術しなければならないそう。重傷を負った手首と記憶喪失症もまだ後遺症として残っているようです。それでも大好きなお仕事を続けているチョン・イルさんは芯が強い人なのでしょう。記憶喪失症ですが、彼の場合は部分的に記憶がないそうで、例えば知り合いの顔はわかるけど、どこで会ったかわからないといった具合に記憶から抜けているところがあるみたいで、それを補うためにも普段から写真はたくさん残しているそうです。生きている証を形で残しておきたいという気持ちには私も共感できます。また、彼が多くの写真を残す理由はもう一つあり、将来親になった時に、昔のパパは困難だったよと子供と共有したいと言っていました。素敵ですね。実は、チョン・イルさんは2006年の事故以外に
2017年にも信号待ちをしていたところ追突事故に遭われています。そして最新の出演映画高速道路家族撮影中にも目を負傷。どちらも深刻な状態ではないため安心しましたが、ファンとしては心配になりますよね。今後の活躍も楽しみにしているので、事故に遭わないことを祈るばかりです。チョン・イルさんは、兵役は後遺症によって公益判定を受け、社会服務要員として入隊しています。2018年11月30日に除隊し、ラブ&ライズ、ヘチ、王座への道、夜食男女、ポッサム運命を盗むなどに出演されており、最新作は2022年に韓国で公開予定の映画高速道路家族です。初の父親役を演じますよ。イ・ミンホ。イ・ミンホさんといえば、韓国ドラマ、花より団子、ボーイズ、オーバー、フラワーズで注目を集めた、新韓流四天王の一人ですよね。先ほど紹介した親友チョン・イルさんとのカンウォンド旅行で同じく交通事故に遭いました。その事故により右太ももと足根骨骨折、膝の軟骨損傷、さらには入院中に一時昏睡状態になるなど約7ヶ月間も入院するほど重傷を負ったイ・ミンホさん。損傷した足には矯正用の鉄芯を入れたそうですが、動かしづらさを感じたため、2009年に鉄芯を除去する手術を受けています。けれども、元の状態には戻らず、現在は足の長さが左右で違うという後遺症も残っているんだとか。イ・ミンホさんも、事故当時出演が決まっていたドラマもありましたが、キャンセルしなければならなかった上に、医師には歩けないかもしれないと言われ、追い打ちをかけるように、初恋の痛みも経験と三重苦だったそうですが、自分自身で気持ちを奮い立たせ、乗り切ったそう。身体的にもきつかったと思いますが、心もしんどかったんですね。復帰作は、2007年放送のドラマ、走れ沢の主演。しかし、視聴率の低迷で打ち切りになり、死ぬ気で頑張った末に手にしたのが花より団子だったそうです。自分が事故を起こしたわけではないのに、事故によって苦労されてたんですね。2017年5月12日に兵役に入隊されますが、事故の後遺症により公益判定を受け、社会服務要員として従事されました。2019年4月25日に除隊してからは、花より団子以降は、個人の思考、シティハンター、真意、相続者たち、青い海の伝説、ザ・キング、永遠の君主など数々の作品に出演し、キャリアを積んでいます。ですが、イ・ミンホさんも、また、2度目の事故に見舞われます。シティハンター撮影中にイ・ミンホさん自身が運転して移動するシーンで、駐車中のトラックに衝突。後に、事務所からの発表では、日差しが強くトラックが見えなかったと伝えています。事故により運転席側は大破したようですが、幸いなことにエアバッグが作動し、本人に怪我はなく事なきを得ました。何度も事故が続くと、2006年に起きた事故の影響もあるのかと心配になりますが、精密検査では異常はなかったようで一安心。イ・ミンホさんの最新作は、13年ぶりにオーディションを経て勝ち取ったApple TV+ オリジナルシリーズのパチンコの主役。俳優としてベテランにまで成長した彼でさえ、オーディションを受け出演したかったこの作品。およそ1000億ウォン、約100億円の制作費を投入し作られた本作は全8話のドラマで、ニューヨークタイムズのベストセラーに選ばれた小説が原作です。内容は、在日韓国人家族の歴史を壮大なスケールで描いた作品となっています。ラブコメ職人として活躍してきたイ・ミンホさんの新たな魅力を感じることができるドラマとなっているので、ぜひチェックしてみてください。パクミヌ。イケメンラーメン店、天女がいなきゃ帰ってきてダーリン。ハッピーレストランなどに出演していた俳優のパクミヌさん。彼は2016年9月健康上の理由で公益判定を受け、
4週間の基礎軍事訓練を受けた後、社会服務要員として勤務されています。その代替勤務中の2018年3月、ソウル・ドンホ大橋付近でオートバイに乗っていたところ事故に遭いました。この付近は韓国の首都ソウルが近く、主要地下鉄である3号線が道路と並行して通っている場所です。ドンホ大橋はソンドン区とガンナム区を結ぶ橋で、ソウルの繁華街やミョンドンへの道としてよく使われるところです。事故の詳細は分かりませんでしたが、社会服務要員ということですから、所属部署からの移動中だったのではないかと思われます。その事故により一命は取り留めましたが、頭部を損傷。一時は集中治療室に入っていましたが、約1ヶ月後には回復に向かっていると報道されていました。それ以降近況がわからなくなっていましたが、2021年に父親のパク・チャンハクさんが公開した写真には、車椅子に乗ったパク・ミヌさんが写っていました。未だ治療中で、父親曰く、ミヌが、私より背が高いので看病は大変だが、体重は重くないので、3年間うまくやっていると話したそうです。写真と父親の話から、重い障害が残ったのではないかと思われますが、最近の様子を知ることができ、ファンからは応援の声が広がっています。リハビリや治療で苦しい時期かと思いますが、それを乗り越えてまたテレビで活躍してくれることを待ちましょう。まとめ。交通事故によって3名とも重い後遺症が残ってしまいましたが、無事に生きていることが何よりの救いです。二度とこのような交通事故は起こってほしくないですね。